こんにちは、笠尾です。感じてわかる絵画と絵本の絵の深読み教室を始めていきたいと思います。新しいシリーズとして始めましたこの絵本で子供と語り合おうシリーズの3冊目として今回はですね、二見正直さんの、福音館書店さんから出版されたこちらですね、もっと大きな大砲をという絵本なんですね。これ面白いでしょ。こんなでかい大砲をどんどん大きくしていくということになってしまうという絵本なんですけれども、見ていただいた感じ、あまり年齢層の高いお子さんではないと。でこのシリーズですね、お子さんと語り合うといっても普通だと幼児の方だと読み聞かせになりますよね。しかしですね、小学校4年生とか5年生とか、その辺になってきたら読み聞かせっていうよりも、読んで一緒に読んで一緒にそこに書かれていることに関して語り合おうと、そういうことのための絵本っていうのももっともっと日本であってもいいんじゃないかということなんですね。ですからそういうような語り合いができるような絵本を私がご紹介していこうというシリーズで、それの3冊目として、実はこれを取り上げたというわけなんですね。でこれはですね、Facebook グループで絵本を楽しむ大人たちというのがございまして、そこにフートさんという方がいらっしゃいまして、でそこの方からですねご紹介いただいた絵本なんですね。で小さなお子さんでも読めるし、私これですね拝見したところ、この内容、この絵本の絵も使ってですね、大きなというか年齢層の高いお子さんと語り合うことも十分できるなと思ったんですよ。それで今回はこれを皆さんにご紹介させていただこうという次第でございます。話し合うには絵本から話し合うテーマを事前に見つけておく必要がありますよね。その親と子供で話し合おうですから、親の方がそれ考えておかないと話し合いができないわけじゃないですか。で今回はそのテーマとして3つ考えました。まず1つ目です。1つ目はですね、王様が出てくるんですよ。で王様が出てきて、で王様は狐と争うんですね。兵力をどっちが持つかというようなことで順番にですね、大砲、大きな大砲、もっと大きな大砲、もっと大きな大砲っていうようなことで、もっと大きな大砲をっていうことになるわけですね。言ってみれば軍拡ですよね。その軍拡をしていくっていう話なんですけれども、王様はですね、大砲を実は撃ちたかっただけなんですよ。線路伝来の綺麗な大砲があると。でもそれが大好きなんで撃ちたい。だけど平和な世の中なんで撃てないんですよね。で撃つ理由がないので理由をこじつけなきゃいけないわけですよ。なんかしら、なんかいい理由ないかなと。家臣というか家来がですね、王様、狐が川でピンクの魚を取ってます。で王様はそのピンクの魚が好きだったっていう理由もあるんですけれども、それは許しておけんと。じゃあ大砲を使ういい機会じゃないかということになるわけですね。ということで一つ目のテーマ、王様は大砲を撃ちたかった。でも撃つ理由がなかったので理由をこじつけた。狐が取ったってね。でこれに似たようなことって世の中結構あるんじゃないんですかねっていうことをちょっと話し合ってみたらどうかなということなんですよ。大砲は敵を倒すために使いますので、周りの目もあり勝手に撃てないんですよね。そこで魚を盗んだだけなので、普通に考えたら追い払えばいいだけじゃないですか、狐をね。しかしですね、そんな狐は許しておけんと。ということで大砲を撃つ理由作りにして、実際大砲を持って行ってボーンと撃つわけですよ。で狐は驚いて逃げていきましたっていうことで、王様は大砲が撃てて嬉しかったなっていうことになるわけなんですね。しかしですね、狐はそれを見て、それよりも大きな大砲を持ってくるわけですよ。で王様はびっくりして、うわこれは大変だっつって、また次にどんどん大きなものを持っていくっていうお話になってしまうわけなんですね。つまり狐が悪いやつだということで、もうすごい大きな悪さをしたようなことじゃないと大砲撃てないじゃないですか。魚取ったぐらいでやることじゃないですよね。ですけども、その小さなことがあるからこの大きなことの問題が起こったんだっていうようなことにしてしまうということっていうのは世の中で結構あるんじゃないんですかっていう話なんですね。そういうようなことが起こりやすい。でこういうようなことってどうなのかなみたいなことを、お話し合いする。もしかしたらお子さんでもそういうような事件に、事件というかですね、学校のクラスの中で、そんなことに遭遇しているってこともあるかもしれないじゃないですか。そういうようなことも話し合ってみてはいいんじゃないかなと思ったということなんですね。さて2つ目です。2つ目の話し合いのテーマとしてはですね、何で勝負をするか
それが大事だってことなんですね。実はですね、これ大きな大砲をどんどん作っちゃうってことになったって言いましたよね。そもそもですね、王様が大砲を撃った時どういうことになるかというと、さすがにですね、撃ちたいだけですから王様。狐を狙って狐を撃ち殺そうとはしないんですよ。どうするかっていうと、こう空に向けてね、ポーンと撃ってバーンと爆発すると、ちょっと花火みたいですよね。でそれで王様は満足なわけですよ。で狐もそれを見たら、あ、これ本気じゃないんだということが分かりますよね。と狐の方は狐の方で、これってバカし合いだと、どのぐらい自分の方がすごいっていうようなことを見せればいいんだってことになって、狐の方は狐ですから人化かすの簡単じゃないですか。だからこれ絵本の中でも狐も連れてくるわけですよね。で、ここね、ここにいますよ、ここ狐3匹ね。この狐たちが、じゃあこれよりでかい大砲を木の葉かなんかを使って、狐はよくやるのはこう木の葉使って頭に乗せて、宙返りすると他のものになっちゃうとかありますよね。でそんな感じで大砲を作ってみせると。でほらこんなすげえんだぜって驚かすということですね。そうするとその脅し合戦になるわけですよね。本当に相手をやっつけようということではなくて、これでどうだって言って脅かして、相手が「ああ参りました」ってなったら自分の勝ちみたいなことじゃないですか。そういうような試合になっていくと。つまりなんとなく絵本の中ではどんどん軍事増強ですよね。軍事増強合戦をしているように見えるけど、実は絵本の絵を見ると王様は狐に向かって撃ってません。空に向かって撃っています。つまりボーンと破裂するのを見たかっただけなんです。でそれを見て狐は、これは脅したいだけなんだなと。じゃあ俺たちも脅かしてやろうと。脅かすんだら俺たちも得意だぜと。つまりですね、その軍拡競争をしているような話に見せといて、実は騙し合いに変えちゃってるわけですよね。だから狐の方が一枚上手ってことですよ。狐の方は王様の方は軍拡でどんどん俺たちはこんなすごいんだぜ、恐れ入ったかって言ってんだけど、相手はそうではなくて脅かしたいだけで、脅かすんだったら俺の方が強い。つまりその同じ戦いの中でゴールになっているものの本質を見抜いちゃうということですね。これって今の世界に似てませんか？つまりですね、核兵器って使えないでしょ。どんどんその原爆水爆とかできてきますよね。そういった時にもう使えないわけですよ。あれ使ったら世界終わっちゃうわけですから。で使えないのに脅すために使うわけで、こんなすごいの持ってんだぜ、俺たち地球壊しちゃうこともできるんだぜって脅すわけですよね。でも使えないですよね。つまり軍拡競争をしていて兵力どんどん強くしていくぞっていうようなのを見せていくのと同時に、核兵器を使った脅し合戦をしていると。これってなんだかこの話に似てませんか？大砲をどんどん大きくしているように見せつつ、実は相手を驚かしているだけだと。そういう別の勝負になっちゃってるということですよね。そういうふうに考えると、その本質って何なんだろうみたいなことを考えていくことっていうのは結構大事なんじゃないかなっていうことを話し合うってこともできると思うわけなんですよ。さて、実はですね、この絵本でそのどっちが強いかみたいなことっていうのを争う時って、大体似たような力を持ってないとそういう争いにならないですよね。例えば 100m 競争しようっていう時に3年生だけ集まってやれば勝負になりますけど、3年生と6年生でやろうって言っても実力差がありすぎて戦えないですよね。ですけどここで普通に考えたらですよ、人間と狐って戦いようがないじゃないですか。だけどこれ戦うだけの価値がありますよねって見せるような工夫っていうのが絵本の中にないと困りますよね。でそれでですね、この絵本の中で表紙ではこうなっている。こうなっていて、人間はこんな広いところにいて、ここにちっちゃい狐が3匹いるだけでしょ。人数的には3対3ですよね。あれちょっと近いなって思いますが、こんなに広いところにこんなにでかい大砲を持っている人間の方が強そうに見えるじゃないですか。これしかしですね、こう開いていきますよね。開いていきますと、
実はこの皮がですね、ページの見開きの真ん中に皮があるんですよ。でこちらが狐で、こちらが人間王様側で、そうすると面積的にも同等な感じですよね。で今見ていただいたようにいつも狐3匹出てくるんですよ。で今もこちらでね人間3人でしょ。でそういうようなことでその3対3、しかも面積も同じで真ん中に川が流れてる。でそういう意味で狐と人間はね戦うぐらいの同じぐらいの力を持ってんだよっていうようなことを絵の方で見せるわけですね。そうすることでリアリティが生まれてくるわけですね。でこの絵本はこういうような形でその自分がってこの文章の中で伝えていることを絵が補足していくわけですよ。ね、だからここってお互い戦うだけのことになっちゃうんだよねっていうふうなことが分かると。で一番目に話した時にも大砲はこの文章の方には書いてないですよ。書いてないんですけども絵の方で見れば上の方に打って花火みたいにボーンといく。あ、だからこれは脅かしてるだけなんだと狐は思うということなんですよね。そういうふうなわけで私がいつも言っているようにこれ絵を読まないとなかなか真意がわからないような絵本になっているというわけなんですね。さてそこでですね最後に3つ目いきたいと思いますね。3つ目は何か。実はですねこの大砲をどんどん大きくしていくじゃないですか。もうこんな大きくなっちゃうんですね。だけどこれ結局騙し合いなわけですよ。騙し合いなので狐の方は何やってるかって言ったら枯葉で騙してるだけだから何の損害もないですよ。どんどん大砲を大きくしていっても。だけどこっちの王様の方は本当に鉄で大砲を作っていくわけじゃないですか。ですから脅かすことは脅かすんだけどそれに対してものすごいお金かかっちゃうわけですよね。で最終的にはですね狐の方が騙しているってことがバレて逃げていくんですよ。でまあ勝ったことは勝ったんですけどもただ狐が逃げていっただけですよ。3匹の狐が逃げていっただけで王様の方はこんなものすごい鉄を集めてですよ、すごい変な大砲を戦うためにどんどん大砲をでかくしていってしかも派手にしていってみたいなことをしていったのでおかしな大砲がですねいっぱいできちゃうわけです。で困るわけですよね。つまり王様には国民がいるわけで国民がみんなもうそんなところにお金使いやがってどうしてくれるんだってなりますよね。革命起こっちゃったら大変ですよね。で王様考えなきゃいけないですよね。これ大砲をどうするか。そこで王様が考えたのは大砲鉄でできてますよね。で鉄っていうのは火で熱するとすぐに熱くなりますよね。でお風呂五右衛門風呂っていうのが昔ありまして、五右衛門風呂っていうのは大きなお釜みたいなね鉄でできているものを下から火焚いてこう上水入れといてそこに入るわけですよ。でまあ直接入ると熱いんで下の方にこう木の板とかまあ本当はね蓋がこう木でできててその上に乗っかると蓋ごとぐーっと沈んで、直接熱いところに触れないでいいですよってなるわけですね。そういうようなものがあると。だから同じ鉄でできている。で大砲だから2つに切るとなんとなくこうお椀型になるというようなことでその2つの共通点から大砲で面白いお風呂がいっぱい作れるぞってなるわけですね。でその発想ですね。大砲お風呂普通に思いつかないじゃないですか。ですけど共通点鉄である、水が溜められる、半分に切ればですよ、半分に切れば水が溜められるみたいなことでこの想像力ですよね。最後にこの想像力が大事。それによって王様は、国民から、革命を食らうこともなくその王様でいられましたっていうお話になるわけですよね。ですからこのお話って実は深いというかいろんなことを含めてお子さんとですね話し合うことができる絵本だっていうことなんですよ。ですからまあ問題のね本質を見ていく。何で我々は本当は戦ってるんだろうかとか、その中には嘘もついていったり、騙し合いとかもあるよねっていうことだったりとかで最後はもうとっても大変な問題を起こしちゃったと、大砲だらけになってて困ったと。だけどそこで発想の転換をして新しいことを思いつけばお風呂でできると。もしかしたらそれをお風呂観光産業かなんかでこの国は栄えるかもしれないということになるわけですよね。ということでそういうことをですね話し合えるとしたらまあ
幼児はまあ無理でしょ。と3年生4年生とかですね、この絵を見ながら話し合ったら結構面白いことが話し合えるんじゃないかということなんでございます。ということで、3冊目ですね。お子さんと語り合おうシリーズ3冊目、もっと大きな大砲を、これをご紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。面白いと思っていただけるようでしたらチャンネル登録、いいねよろしくお願いいたします。では。